ニコン Z52 18-140mm vs 24-70mm ズーム対決。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。前回 Z52 に 18-140mm をつけて谷中のお散歩ショットを撮りました。その時ピントは来ているけど少し柔らかい描写だなという印象を受けました。高倍率ズームが原因なのか、24-70mmF4 とズーム対決して検証しようと思います。カメラは Z52 で、レンズはキットのニッコール ZDX18-140mm F3.5-6.3VR。比較するのは大きさがほぼ同じの FX 用のキットズームニッコール Z24-70mmF4S。 重さは 24-70mmF4 の方が 1.5 倍重いです。それでは Let's get started! 長チャンネルラウンド1、白梅と紅梅。早咲きの梅が咲いているだけで、園内の多くの梅の木はまだつぼみの状態でした。天気が良かったので、ピントの来ている白梅の解像度は十分です。どちらかというと 24-70mmF4 の方がボケが柔らかいような印象です。紅梅もピントの来ている花の解像度は十分です。18-140mm の背景のボケがやや二重線っぽく見えます。ラウンド2、老梅。老梅はピークを過ぎていますが、強い日差しに透き通っていました。強い日差しを入れているので 18-140mm はややハレーション気味です。24-70mm は強い逆光でも良好です。背景の玉ボケがきれいに丸くなっていますが、両方とも中身が玉ねぎボケになっています。ラウンド3、長屋門。門の中に部屋があるのが特徴的な長屋門です。レンズによってこんなに色味が違うものなのでしょうか。18-140mm は暖色系で、24-70mm は寒色系です。解像感はどちらもとてもいいです。
チャンネル。ラウンド4、いろり。農家の中のかなり暗いいろり端です。外の光が変化したためか、18-140mm は ISO12800 で、24-70mm は ISO5600 です。ISO 感度の影響か、この2枚を比べると 24-70mm の方が解像感が高いです。24-70mm は VR がついていないので、手ぶれのために何枚か撮り直ししています。ラウンド5、かまど。農家の土間にあるかまどの釜から湯気が出ていたので撮りました。電球の明かりが直接当たっているからか、両方とも ISO5600 で安定していました。この2枚は同じような解像感です。シャッタースピード30分の1秒なので、24-70mm の方は手ぶれで何枚か撮り直ししました。前回谷中で描写が柔らかいと感じたのは、曇りで光量が足りなかったからかもしれません。今回のように日差しが強いところでは十分な解像感がありました。70mm までの画角については、2本のズームレンズに大きな違いはないように感じました。レンズの軽さ、望遠まで撮れる、VR が効く、以上3点から Z52 には 18-140mm をつけて活用するのがベストだと思いました。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。